正月イベントが終わってからすぐバレンタインイベントが来るのなかなか辛いよね。というわけで今回はミスタードーナツにブリブリに決まっちゃうやつがあるらしいので食べに来ました。それがこちらですね。意識が飛ぶくらい美味しいらしいですね。夕方の混雑する時間だったので商品自体はかなり補充されてましたね。価格とカロリーが結構えげつないので経済的にも肉体的にもダメージが与えられそうなラインナップでした。今回特に食べ放題ではないのでまずは一通りね食べていこうと思います。それでは早速いただきますということで、まずはねデカフェのコーヒーをねいただいております。こういうポットでサービングされるのなかなかないですよね。なんなら初めてかもしれないです。これ2杯分入ってんじゃねって思ったらまあ1杯分だけでしたね。まず1つ目に食べるのがショコラノアゼットです。今回食べ放題じゃないっていうのと、あとできるだけねちょっと尺を稼ぎたいっていうことからカット少なめでお送りさせていただきたいと思います。見た目がねこんな感じですね。上に巻きびしみたいにね散らされてたのがキャンティングアーモンドのようです。上品でお高いスイーツとか食べるとねついつい一口小さくいきがちですよね。それはもう日本人のねもったいない精神を揺らすところから来てるんでしょうね。自分ピエール・マルコリーニとミスドのコラボドーナツ食べるの初めてなんですけど、これねマジで美味しかったですね。すんごい上品なチョコレートっていうような感じで、結構どぎつい甘さのを想像してたんですけど、なんか甘すぎないチョコレートっていう感じでかなりちょうどいいバランスでしたね。それ食べてからねこのデカフェのコーヒー飲むっていうのはねおしゃれな夕方の憩いでしかないですよね。もうなんなら今添えられていた左手がねおしゃれでしたからね。周りを見渡すとねやっぱり結構このピエール・マルコリーニのコラボドーナツ食べてる人は多かったです。ドーナツ生地自体はね結構フィナンシェ生地に寄せている食感のようでして、そしてその上にはガナッシュホイップと濃厚なヘーゼルナッツクリームを重ねているようでした。大変美味しかったです。お次に食べていくのがショコラノワールです。はい、もう箱からねおしゃれなところありますよね。上にはこんな感じでねホイップの形状をね崩さないようなフィルムの包装がされてました。これドーナツにガン垂れてましたけど、ちょっとこれどう食べればいいんだろうって一瞬悩んでしまいましたね。見た目がもうお花みたいでねめちゃくちゃおしゃれなドーナツですよね。見た目からこちらドーナツ生地自体は先ほどのショコラノワゼットと同じフィナンシェをイメージしたしっとりした食感のものになっているようでして、ただ上に乗ってるクリームが違うっていうような感じですね。ホイップガナッシュとガナッシュクリームを重ねているみたいでなかなかに濃厚なドーナツでした。これはもうね結構ずっしりくるような感じでしたね。ただ自分もチョコレートが大好きなのでね思わず目がパキッちゃいましたね。でもさすがにねいくらみんながこのピエール・マルコリーニコラボのドーナツ食べていたとはいえ全種類をねイートインで一人で食べてる人っていうのは自分以外にはいなかったですね。なので周りからのね視線がなかなか熱かったですね。自分のね隣の隣に座ってたのが高校生のカップルだったんですけれども、男の子の方がねこいつマジかよっていうようなね目で見ておりましたね。いやまさかねミスドで大人の力を見せつけてやれる日が来るとは思っておりませんでした。こちらも大変美味しいドーナツでした。お次に食べるのがショコラムーファッションです。一部の人はね月刊オカルト雑誌のムーとコラボしたのかなって思った人もいるんじゃないかなって思うんですけど、残念ながらねこちら違うんですよね。ムーっていうのはフランス語で柔らかいという意味らしいですね。ジョジョリオンに出てくるソフト&ウェット、柔らかくそして濡れているを彷彿とさせるものがありますよね。こちらオールドファッション生地にチョコレートココアを練り込んでいるらしくて、でさらにねチョコレートをコーティングしてココアもトッピングしてっていうね、もうチョコレート好きをオーバーキルするかのようなねそんなオールドファッションでした。オールドファッション自体が50周年ということで、こちら50周年記念ドーナツっていうんですかねになるみたいなので、めちゃくちゃロングセラーですよね。50周年なんて言ったらもう半世紀生きてるわけですからね。いやーめちゃくちゃすごいですよね。今年50周年迎えるものって、25年ってなんかちょっと節目っぽいところあるので結構いろいろあるんじゃないかなと思って調べてみましたところ、サンリオのね
マイメロディーなんかも今年50周年らしいですよ。いやー、マイメロがまさかね50歳だったとは思わなかったですね。大先輩ですね。だいぶ話それてしまいましたが、こちらもめちゃ美味しかったです。そしてこちらが4つ目ですね。食べていくのがショコラフランボワーズファッションです。はい、なかなかね長めな商品名になっておりますね。こちらはチョコレートとココアを練り込んだオールドファッション生地、さっきのやつと同じですね。でこれ後々気づくんですけれども、フランボワーズソースが絞り込まれているみたいですね。なのでね、ちょっとこう酸味があるような感じのお味でした。なんかてっきりねチョコの感じが違うのかなって思ったんですけど、一口二口と食べ進めていくときに雰囲気が変わったみたいな感じになりましたね。そして上に乗っているチョコレートなんですけれども、平成のねある一時期少しだけ流行ったアシメトリーヘアスタイルみたいな感じで、非対称にデザインして仕上げられているみたいです。はい、ここでね中のこうフランボワーズソースに気づきましたね。前情報本当にどれもこれも全くなしで食べてるので、一口食べるごとにね発見と驚きに遭遇してしまいましたね。いやー、未知との遭遇ですね。未知との遭遇でおなじみのスピルバーグ監督が作ったジョーズもちなみに今年50周年です。ありがとうございます。そう、こちらもねオールドファッションなので、こちらもまあ50周年記念ドーナツっていうような感じらしいです。はい、血糖値上がってきてね、目の下ちょっと汗かいてきましたね。これ過去の動画でも結構話してると思うんですけど、自分辛いもの食べたりとか血糖値上がってくるとね、ちょっと目の下汗かいてくるっていう特異体質持っていますので、他にもねそういった特異体質持ってる人いたらぜひコメント欄に書いてください。私と一緒にね特異体質フレンズになりましょう。普段撮影の時くらいしかコーヒー飲まないんですけど、こちらデカフェですしね、そして夕方に飲んでいるっていうその罪悪感みたいな、最高でしたね。そしてミスドのこのおしぼりっていうんですかね、なかなかねつなぎ目が見つからなくて、まあなかなかあれでしたね、苦戦しましたね。決して老眼が始まっているわけではないのでご安心ください。はい、無事めくれましたね。よかったです。そしてピエール・マルコリーニコラボ、最後食べていくのがショコラ・ダマンドです。こちらパッと見ねアビスの異物に見えないこともないですよね。こちらも前情報全くねなしで食べていっておりますが、上になかなか粉糖乗っててね、口の周り結構汚れちゃうようなやつですね。こちらもうパクパクの際、もといサクサクのパイでね、めちゃくちゃいい食感してました。パイのサクサクだけじゃなくてね、表面にアーモンドスライスを乗せてさらに焼き上げていることで、それでよりね食感が良くなっているんじゃなかろうかと思います。中のアーモンドチョコクリームには、ドライクランベリーが入っているようでして、自分正直ねこの時あんまりわからなかったんですけれども、そのドライクランベリーがね、まあこのアーモンドクリームにフルーティーさをね付与しているっていうような感じらしいです。これちょっとね力有り余ってねもう壊れちゃいましたね。まさかこんなところでね日頃の筋トレの成果発揮してしまうとは思っていなかったので、ちょっと傷つきましたね。パイはねもうなんぼでも食べていいですからね、個人的に今回こちら2位になりますね。今回のピエール・マルコリーニコラボ商品で一番の高額商品になるこちらのパイなんですけれども、イートインで374円ってミスロだったらなかなかですよね。ただ最近のよくある生ドーナツだったりとか、そういったのと比べるとまだまだ全然安いですよね。なのでミスタードーナツの企業努力にはねもう毎度毎度感謝しかないですね。こちら最後にねちょっと今回のコラボ商品で一番良かった商品おかわりしようと思ってね考えております。いやーなかなかね選ぶのが結構大変だったんですけれども、意思をもう固めてね、その商品とそれからもう一点ねちょっと気になったやつもあったので、そちらを選ぶことにいたしました。はい、というわけでね今回私が最後に選んだドーナツ2つですね、こちらになります。ザクザクカスタードフレンチと、それからショコラノワゼットですね、おかわりさせていただきました。近いですね。
こちら最後に食べていこうと思います。カメラでドーナツの動画撮ってる時の顔がこのような感じになりますね。温度差がやばいですね。グッピーだったら温度差で死ぬレベルですね。店内が暑かったのもそうなんですけど、血糖値がもうバチバチに上がっちゃったのでね、ちょっとお水で体温下げております。品数自体は少ないんですけれども、やっぱりね、摂取カロリーだったりとか、もう純粋にチョコレートの量ですかね、めちゃくちゃいつもより血糖値上がった感じは正直します。では最初にね、ザクザクカスタードフレンチを食べていきます。こちら一応ファンシードーナツですよね。商品ケースにね、こちら並んでたので、フレンチクルーラーのふわっと軽い食感とザクザクとした食感を楽しみたいし、でもカスタードも食べたいしっていうのでね、人間が持てる全ての欲求をこの一つに詰め込んだっていうようなのがこのドーナツになりますね。そんなアダムとイブが食べた禁断の果実のようなこのザクザクカスタードフレンチ食べておりますけれども、これね、見つけたらぜひ皆さんにも食べていただきたいです。自分の目のパキパキ具合からもわかると思うんですけど、これね、お店とかに普通に並んでたらもう確実に毎回選んでる商品ですね。それくらい病みつきになっちゃうので、皆さんもぜひお試しあれ。欲を言えばね、もう少し食べたいところではあったんですけれども、時間も時間ですしね、夜にそんなにめちゃくちゃカロリー取りたくないっていうのが正直なところでしたね。デカフェのコーヒーもね、もう間もなくなくなっちゃうっていうような感じですね。自分の動画の終わりに差し掛かって血糖値のね、ピークにも差し掛かってきているところではありますけれども、最後にこちらのショコラノワゼットを食べていきます。こちらのね、フィルムを取りまして、食べれないですからね、食べていっておりますけれども、やっぱね、今回のこちらのこのショコラノワゼット一番の決め手は、見た目の割に甘すぎない、かったるくないっていうのがね、ありましたね。ゴディバの時とかそうだった気がするんですけれど、結構ね、どしがたいレベルの甘さだったような風に記憶してるんですね。今回全体的に甘さっていうのは見た目ほどきつくはなかったんですけれども、このショコラノワゼット特にですね、なんかそのバランスがしっかりと取れているんじゃないかなっていう個人的な意見です。あと多分ですけど、なんかキャンティングアーモンドが好きっていうのもあるかもしれないですね。もう許されることであればね、そば柄の実の枕の中身を全てこのキャンティングアーモンドに変えたいなって思っちゃうくらい、それくらいキャンティングアーモンドが好きですね。そしてこちら最後の一口ですね。小さめなドーナツではあるので、さっきまではね、一口一口大事に食べていたんですけれども、2つ目だしいいだろうっていうことでね、残り半分ではあったんですけれども、一口で食べちゃいました。けれどもね、しっかり味わうことを忘れずに美味しく召し上がることができました。今回ね、数自体は少なかったんですけれども、摂取カロリーと金額はね、このような感じになっております。もう最後にね、部活今終わったんかってくらいの勢いで水をガブッと飲み干しております。というわけでごちそうさまでしたということで、この動画がいいと思いましたら高評価、チャンネル登録をしていただけましたら幸いです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。